では、Exploring Line Enhancing Command Line Library Usability というタイトルで今泉が話します。よろしくお願いします。さて、今日の本題はリラインなのですが、その前に少し IRB の話をします。皆さん IRB は使ったことがありますよね。はい、IRB はインタラクティブ Ruby の略で Ruby のデフォルトのリプルです。リプルとはリードイーバルプリントループの略で Ruby のコードを入力すると IRB が評価してその結果を出力するというプログラムです。IRB コマンドで実行できて Rails コンソールのデフォルトのリプルとしても使われています。IRB 簡単に使えますのでここで少し実行してみましょう。 IRB と入力して、S イコール Ruby 会議とか入力すると文字列の部分は赤く色がついていて実行した結果が表示されています。で S ドットでメソッド呼び出しをすると、はい、早速ね使わせていただいているんですけれども、このように保管が出てきていて、例えば文字列なので ASCII オンリーハテナみたいなストリングのメソッドが保管に表示されています。また、横にはドキュメントが表示されていて、プロンプトには IRB メインというのと行数が表示されています。こんな身近な IRB ですが、どうやって動いているかご存知でしょうか。すごくざっくり言うとこのような関係になっています。IRB コマンドを実行するとリラインが起動し、プロンプトを表示してユーザーからの入力を待ち受けます。そして実行できる単位の Ruby コードが入力されたら IRB にそれを返して評価し、返り値を端末に表示しています。先ほどのデモで言うと IRB はコードの実行、解析、色付けなどを担当しています。図で言うとストリングの Ruby 会議がこれがストリングだと判定して色をつけるよう指示しているのは IRB です。また S イコール Ruby 会議を評価しているのも IRB です。2行目では ASCII オンリーを入力中です。S がストリングなので他の候補にストリングのメソッドである ASCII オンリーが表示されています。この候補を出しているのはリプルタイプコンプリーターです。リプルタイプコンプリーターがインストールされていない環境では IRB が候補を出しています。ぜひ Gem インストールリプルタイプコンプリーターを実行して使ってみてください。また ASCII オンリーのドキュメントが右に出ていますが、これは RDoc を使って出力されています。ではリラインは何をしているかというと、表示や入力中の行の取り扱いを担当しています。プロンプトの表示、ASCII オンリーの後に表示されているカーソル、ダイアログの表示等々はリラインが行っています。端末においてフロントエンド部分がリラインでバックエンドが IRB とも解釈できます。私はそんな IRB やリライン等のコミッターのうちの一人です。私は今泉真理と申します。ストアーズ株式会社に所属してストアーズ予約という Rails アプリケーションを開発しています。ここで少し宣伝なのですが、ストアーズ株式会社はナーサリースポンサーとして会期中の託児サポートを提供しています。5名のスピーカーと2名の LT 登壇者がいます。スポンサーブースも出していて、マメさん作問の Ruby クイズもあるので、ぜひブースに遊びに来てください。また、エンジニア絶賛採用中なので、興味があればストアーズメンバーにお声掛けください。このピンクの T シャツを着ている人たちがストアーズのメンバーです。ということで本題に戻りまして、リラインの機能強化についてお話しするのですが、まずはリラインのようなコマンドラインエディターはどんな機能を持っていて何ができるのかということをご説明します。次にリラインは GNU リードラインとの互換性を持つことを目標の一つとして開発されているのですが、 GNU リードラインと比べてリラインはどんなことができるのかを説明します。最後にリラインの実装を追いながら私が実装した Undo 機能の設計と実装を説明します。このトークではリラインがどんな方向を目指していてどんなことができるのかを目いっぱいお伝えします。さて、リラインとは何でしょうか。リラインは一言で言うとコマンドラインエディターです。コマンドラインエディターはこの発表ではターミナルエミュレーター上で動いてユーザーが入力した文字を操作するソフトウェアとします。コマンドラインエディターは一般的に使われている単語というと微妙なのですが、GNU リードラインのようなソフトウェアを総称したことがないので、この発表ではこういうソフトウェアをコマンドラインエディターと呼びます。代表的なソフトウェアとしては GNU リードライン、LibEdit が存在します。リラインはそれらのライブラリと互換性を持つことを目標の一つにしています。
コマンドラインエディターは文字入力を操作するといっても少し想像がつきにくいので、もしコマンドラインエディターがない世界だったら何ができないのかということを見てみましょう。ここに3行の Ruby コードがあります。最初にあなたの名前を入力してくださいと表示してユーザーの入力を待ち、エンターを押すと入力した内容を表示するプログラムです。ではこれを実行してみましょう。で、入力するよう促されたので、ここで自分の名前を入力してみます。タイプしてしまいましたね。で、これを直したいので、私は左矢印キーを入力するのですが、謎の文字が表示されました。これは ANSI エスケープシーケンスが表示されてしまっています。で、スライドに戻りまして、このように左矢印キーを入力してカーソルを動かしたいと思って入力したのですが、そうはならず、エスケープシーケンスがそのまま表示されてしまいました。では、リラインを使ってみましょう。使い方は簡単です。require リラインして、先ほどの get と同じように、リライン、リードラインで入力を待ちます。リードラインメソッドでは1行の入力を受け付けます。では、こちらも実行してみましょう。そしてまた、わざとらしいタイプをしたんですが、今度は矢印キーを入力するとカーソルがちゃんと移動しています。で、バックスペースでちゃんとタイプを修正して入力することができました。このように、カーソル位置を移動するということは端末において自動的にできることではありません。このスクリプトでは端末から送られてきたエスケープシーケンスを受け取ってカーソル位置を変更するといった処理はリラインが行っています。カーソル位置の変更のようにユーザーが入力した文字列を編集するための操作一式を提供するのがコマンドラインエディターです。IRB やバッシュで入力キーの操作をしているのはコマンドラインエディターで IRB やバッシュそのものではありません。代表的なコマンドラインエディターを紹介します。最もよく使われているのは GNU リードラインです。バッシュや Ruby2.6 以前の IRB、GDB などで使われています。また、libedit というライブラリもあります。これは MacOS に標準でインストールされています。リラインは Ruby2.7 以降の IRB で使われており、他にもデバッグジェム、ハイライン、ヘキサ PDF でも使われています。では、代表的なコマンドラインエディタである GNU リードラインの機能を見てみましょう。一つ目は行編集機能です。先ほどのカーソル位置の変更のように基本的な操作機能があります。次に履歴編集機能です。矢印キーを上に入力したときに履歴を遡ったり、下矢印キーで元に戻ったりする機能です。また保管機能もあります。例えばバッシュでファイル名を入力したときにタブキーを押すとファイル名が保管されるという機能はリードラインが提供しています。また編集コマンドも提供しています。例えばコントロール A を押すと行頭に戻る、コントロール U を押すと行末に移動するなどの機能です。他にもマクロやインプット RC でのカスタマイズなど多様な機能があります。リラインは GNU リードラインとの互換性を目標の一つとして作られているので、ここで少し機能の比較をしてみましょう。リラインは GNU リードラインでできる基本的な操作はほとんど行うことができます。しかし、編集コマンドや後ほど説明するインプット RC での設定など詳細な機能がまだ不足している状態です。先ほどの比較で見ると、リラインは GNU リードラインの介護官のように見えるので少し補足なのですが、リラインだけができるパワフルな機能もいくつかあります。一つ目はダイアログの表示です。保管ダイアログのようにダイアログを出すことができます。二つ目はプロンプトを含めたマルチライン入力です。マルチライン入力自体は GNU リードラインでも可能なのですが、プロンプトがあって直感的に操作できる点が異なります。3つ目は Ruby で拡張可能なことです。入力行の装飾、ダイアログ、保管候補、マルチライン入力時の終了条件などを Ruby のプロックで設定できます。そんなリラインなのですが、先ほどの表で見たようにいくつかの機能は不足しています。編集コマンドだったり、
それを設定するキーバインディング、設定をオンオフできる機能などは足りていません。リードラインでできるこれができないというイシューは時々報告されているため、機能があれば使いたいユーザーはいるはずです。さらに、リラインはリードラインへの互換性を求められる状況です。Ruby3.3 からリードライン EXT がデフォルトジェムから外れました。リードライン EXT がない場合、Require リードラインでリラインが呼ばれるようになりました。これにより Ruby のビルド時にリードラインのインストールでうまくいかないという問題は起きなくなりますが、しかしユーザーから見ると知らない間にリードライン EXT からリラインに依存が変わっているということが起きるため、リラインの互換機能がより求められる状況になりました。Require リードラインするとリラインが呼ばれるという問題はリードライン EXT をインストールすれば解決するのですが、メンテナーとしてはリードライン EXT ではなくリラインが使われてほしいです。グニューリードラインからリラインに乗り換えてもユーザーが気づかないままいい感じに動いてほしいと思っています。またコマンドラインエディターの乗り換えを検討しているユーザーにリラインが選ばれるようになってほしいです。例えばプライではリラインサポートのための PR が出ており、リードラインからの乗り換えが検討されています。というわけでここまでの課題を整理すると、リラインはグニューリードライン互換が目標の一つなので、もっと互換性が欲しいという状況です。また、Require リードラインしてもいい感じにリラインで動いてほしいです。つまり、リラインにグニューリードラインの機能がもっと必要な状況だと言えます。では、実際にはどんな機能が足りていないのでしょうか。ここからはリラインとグニューリードラインの機能差について詳細を確認していきます。ところで皆さんは .inputrc というファイルを書いたことがありますか？書いたことがある方は挙手して教えてください。結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。.inputrc とはリードラインの設定ファイルです。グニューリードラインとリラインも inputrc を読み込みます。inputrc はホームか環境変数で渡したパスが読み込まれます。inputrc ではオンオフ可能な設定値や編集コマンド、キーバインディングの設定、Emacs モード、VI モードといった設定ができます。リードラインやリラインには Emacs モード、VI モードがありまして、デフォルトは Emacs モードです。VI モードにはコマンドモードとインサートモードがありますが、VI の機能がすべて使えるわけではなく、シンプルなコマンドが実装されています。VI モードにするには、inputrc に設定を書く必要があります。inputrc はこんな文法で書くことができるファイルです。例えば1行目のセット小モード in プロンプト on はプロンプトにどのモードで動いているかを表示させる設定です。2行目と3行目は VI のコマンドモード、インサートモードの時にプロンプトにどんな文字列を表示するかの設定です。6行目から if 文が始まっていて、if の条件にはソフトウェア名やモードなどが書けます。リラインの場合は if Ruby、if リラインといった設定を読み込みます。この場合はリラインの時だけコントロール E を押すと Emacs エディティングモードを実行するような設定です。10行目の設定は条件にかかわらず設定されます。デフォルトでは Emacs モードにキーバインディングが設定されるので、Emacs モードでコントロール S を入力すると VI モードに切り替わるようなキーバインドを書いています。これらの設定の他にデフォルトキーバインドはコマンドラインエディター側で設定しています。例えばデフォルトでコントロール A は行頭に移動するといった機能です。VI モードの場合はコマンドモード、インサートモードでそれぞれキーバインディングがあります。カスタマイズは .inputrc で可能ですが、リラインでは書いても動かないものがいくつかあります。そこで、グニューリードラインと比較してリラインが設定できる項目の数を調べました。2024年4月16日の時点で変数は 26%、編集コマンドは 44% が利用できます。ファイル名の保管など、そもそもリライン側に対応する機能がない設定項目もあるんですが、全体としてモラ度は低いかなという状況です。これらのリードラインできてリラインできない機能をどんどん実装していけば良さそうなんですが、設定とコマンド合わせて未実装が101種類あるので、全てを実装していくとちょっと大変です。また、全てやるにしても重要度の高いものから実装してリリースしていきたいので、どの設定がどれくらい使われているか、GitHub にプッシュされた inputrc から調べました。使用率を166種類の設定可能な項目全種類を見て、どれくらい使われているか調べました。
コメントアウトされているものも含まれているので正確な使用数ではないんですが、インプット RC で見ました。またデフォルトキーバインディングが設定されている機能についてはおそらくヒット数以上に使われていると考えられます。調査した結果、よく使われている機能がこちらです。1位のコンプリーションイグノアケースは保管するときに大文字小文字を区別しないという設定でリラインでも使用できます。この調査は、ファイルの総数が6600あるのですが、6600中の3700件に書いてあったので結構使われている方だと言えます。他にも履歴検索やタブ保管を便利にする設定、キーバインディングに関する基本的な設定などがよく使われています。ちなみに使用率が低いものはこちらです。例えば一番下のものなどは6600分の0ファイルだったのであまり使われていなさそうです。こういった使用率の情報、デフォルトキーバインディングの有無、リラインに上がってきたイシューなどを判断しながらリラインに機能実装をしています。最近作ったものでは Undo、Show All If Ambiguous、エディティングモードの変更、インプット RC のモードコンディションの対応などを行っています。また最近の大きめの改善でいうとペンさんの実装によってリラインはブラケッテッドペーストモードに対応しました。これは端末側が対応していればペーストがとても速くなることと、末尾の開業が入力確定として判定されなくなるためコピペした時の高速化と暴発を防ぐ効果があります。この中で Undo の実装を見ながらリラインがどのような形で動いているのか追いかけてみましょう。ここからはリラインのコードに潜っていきます。まずは A というアルファベットを入力したときにリラインが何を行っているのかを見ていきましょう。次にコントロール A を入力するときにどうなるのか見てみて、最後に Undo コマンドを実装してみます。まずはこのシンプルなスクリプトを実行したときにリラインでどんなことが起きているか見てみます。Require リラインしてリラインリードラインを読んでそれをプッツするだけのプログラムです。これを実行してみまして、で今入力待ちの状態なので A と入力してエンターを押すとプッツされるだけですね。先ほどの入力を行ったとき、ざっくり言うとリラインはこのような流れで処理を実行します。まず初期化し、次にキー入力を待ち、その後に入力キーを適切な状態に変更し、レンダリングを行います。初期化ではこのようなことを行います。リラインに設定可能な各種のブロックを設定して、インプット RC を読んで設定して、デフォルトキーバインディングを設定します。初期化後にリード IO で標準入力からキー入力を待ちます。リード IO からインナーゲット C が呼ばれ、IO ウェイトリーダブルで入力を待ちます。入力を受け取ったら IO ゲットバイトで1バイトずつ取り出します。例えばアルファベットの小文字の A を入力すると C には97という数字が入ります。受け取った入力は LINE エディターアップデートに渡されます。7ビット以下の文字の場合、エディティングモードゲットメソッドでキーに対応するメソッドを照合します。例えば Emacs モードでキーが97、先ほどの入力の A は97だったんですが、その場合デフォルトキーバインディングでは A には ED インサートというシンボルが割り当てられています。でこのシンボルをメソッドとして呼び出して ED インサートが実行されます。ED インサートは数字だったキーを文字列にエンコードし直してインサートテキストに渡しています。インサートテキストでは入力中の文字列を管理しているインスタンス変数を変更しています。これらのインスタンス変数はリラインの中で重要な役割を担っています。バッファーオブラインズは入力中の文字列を保存している配列です。マルチライン入力の場合はこの要素数が複数になります。この中にはプロンプトは含まれていません。ラインインデックスとバイトポインターはカーソル位置を表現しています。ラインインデックスはカーソル位置の Y 座標を、バイトポインターはカーソル位置の X 座標を計算するために使われます。例えばこの例のように if123 という入力があり、カーソルが3の後にあるとすると、バッファーオブラインズは if123 がそれぞれ配列の中に入っています。カーソル位置の Y 座標を表すラインインデックスは2、
X 座標を計算するためのバイトポインターは3です。このようなインスタンス変数でリラインはどこに何が入っているかという情報を管理しています。これらの値を使ってレンダリングし、画面に A が表示され、カーソル位置が移動しています。もしここで終了条件にマッチしていた場合は、レンダリングして入力待ちループを抜け戻ります。マッチしていない場合は、引き続き入力を待ちます。ここまでで A という文字列を入力して出力することができました。では次は同じスクリプトでコントロール A という行頭に戻るコマンドを入力した場合を見てみましょう。例えば A をたくさん入力した後にコントロール A を押すと行頭に戻ります。初期化と入力待ちの部分は先ほどと同様なので飛ばしますが、キーにコントロール A を入力した時のキーコード1が渡ってきている状態です。また GET メソッドでキーコードとメソッドを照合して、1の場合は edMoveToBeg というシンボルが割り当てられています。そのため edMoveToBeg が呼ばれ、ここではバイトポインターを0に更新しています。これは、カーソル位置の X 座標を計算するための値なので、0は行頭を表しています。下の方にエイリアスメソッドで Beginning of Line vi0 がエイリアスがついているんですが、これらはインプット RC から呼び出せるようにするためにエイリアスをつけています。ここまでで普通の文字を入力した場合とコマンドを入力した場合、どちらも見ていくことができました。ではここから undo を作っていきましょう。undo は先ほどの使用率上位ではありませんでしたが、デフォルトキーバインディングが存在していることと基本的なエディタには存在する機能なので、undo があると便利なことがあるんじゃないかと思います。GNUリードラインではコントロールアンダースコアを入力すると undo が実行できるため、リラインでも同様にコントロールアンダースコアで undo が実現できるようにします。さて undo とはどんな機能でしょうか。undo は操作を元に戻す機能なんですが、戻す単位はエディタによってまちまちです。GNUリードラインの場合、おそらく連続したキーストロークをある程度の秒数で切ってひとまとまりの undo できる単位として記録します。Z シェル、Z シェルのラインエディターの undo の場合は ABC と入力して undo すると AB に戻ります。リードラインの挙動だとどこまで戻せるかが時間で区切られてしまってちょっと直感的ではなかったので、リラインは Z シェルと同じ方針で実装しました。ざっくりとした undo の概要です。何か操作が行われた場合、それを履歴に保存します。逆に undo する場合はそれを取り出してあげればよいです。簡単そうですね。ではリラインに実装してみましょう。カレントラインは現在入力中の行で、パストラインズは履歴を管理する配列だとしましょう。例えばユーザーが A と入力したとします。これは現在入力中の行のカレントラインに追加されます。そして一つ前の状態はオールドラインとして取っておきます。undo をしたい場合は現在の行ではなく現在の行の一つ前の状態に戻りたいので、ここではオールドラインの情報をパストラインズにプッシュしておきます。次にユーザーが B という入力をしたとします。現在行の A に B が追加されて AB になりました。オールドラインには一つ前の状態の A が入っています。オールドラインの情報をパストラインズに保存しておきます。さて undo のキーバインディングであるコントロールアンダースコアが入力されました。この時 undo 操作をすると今 AB という状態なんですが、一つ前の A という状態に戻りたいです。そのためパストラインズの末尾から一つポップして、それをカレントラインに当てはめることで元に戻します。連続して undo 入力があった場合は次は空文字がポップされ最初の状態に戻ることができます。そして、このような形で undo を実装しました。PR はリラインの701番にあるので興味があれば見てみてください。また先ほどの図では省略しましたが、undo するときにカーソル位置を戻してあげる必要があるので、バイトポインターとラインインデックスも一緒に保存しています。では先ほどのフローズで軽く見てみましょう。
コントロールアンダースコアが入力された場合、デフォルトキーバインディングから undo を呼び出します。undo ではパストラインズから1つ前の状態を取り出し、それを現在行に反映させます。そしてパストラインズの末尾の要素を削除します。この状態でレンダリングが行われると、1つ前の状態がレンダリングされて undo が成功します。デモで少し見てみましょう。例えば if123 と入力して、この2の行を消します。そして、undo で戻すと、このように2を順番に戻すことができました。このようにマルチラインの入力の途中でも正しく戻すことができることと、あとはカーソル位置も操作した時の位置に戻っていることが分かります。例えばこの状態でこの辺りで undo を実行しても2の行に戻ってきますね。またマルチバイトの入力をしてもちゃんと戻します。これで undo が実現できました。やったね。ありがとうございます。これで undo はできたので、今後の課題です。undo があるのに今 redo がないっていう状態なのでバランスが悪いので、まずは redo を作っていきたいです。また洗い出し結果やイシューからリラインに不足していて使われそうなリードラインの機能を今後も作っていきたいです。あとはリラインにはドキュメントがほとんどないので、こちらも整備していきたいです。脚注からのリンクと動作確認したバージョンです。はい。というわけで私の発表はこれで終わります。リラインを使ってコマンドラインのコーディングを楽しんでください。ありがとうございました。